ほんたまちゃん、今日もばあちゃんの警備ね、してくれるのかい？たまは今日もおばあちゃんの手押し車に乗って畑へ向かっています。一日の中で一番大好きな時間です。畑に着くと、たまは木の上に登って、まるで護衛節のように見張りをします。おばあちゃんを野生動物から守ってくれているようです。そんなある日のこと、平穏だった二人の日常に突然の試練が訪れます。おばあちゃんの膝の痛みが悪化し、畳の部屋から動けなくなってしまったのです。いつもなら一緒に畑に行く時間なのにね。この膝じゃいけないや。横になるおばあちゃんの側で、たまは心配そうにうろうろするばかり。おばあちゃんの服の裾を引っ張り、山に行こうと誘ってみますが、おばあちゃんは力なく微笑むだけでした。たまさん、ごめんなさい。今日は足が痛くていけないんだぞ。おばあちゃんが寝込んでから3日目を迎えた朝のことです。古い引き戸の隙間からカサカサと奇妙な音が聞こえました。おばあちゃんがゆっくりと扉を開けると、そこには驚くべき光景がありました。朝露に濡れた一輪の野生の花が部屋の敷居に置かれていたのです。次の日の朝には青々とした蕗の葉が置かれ、その次の日には土のついた大箱が届きました。たまちゃんじゃ、お前がくわえてきてくれたのかい。この不思議な配達の犯人は、やはり三毛猫の玉でした。おばあちゃんが山に行けないからと、玉が自分で山に入り、草花を買って持ってきたのです。おばあちゃんは呆れながらも、玉のけなげな姿に思わず微笑んでしまいました。玉の秘密の配達は、その後も毎日続きました。ある日は毒のある草をくわえてきて、おばあちゃんを大慌てさせたり、こら玉、それ出しなさい。こら玉、それ出しなさい。近所のおばあちゃんが干していたお茶の葉を盗んできたりもしました。ちょっとね、それね、私のよ。たまや、こんなのは持ってこなくていいんだよね。おばあちゃんがいくら叱っても、玉はどこ吹く風。そんなある日、近所の薬草屋さんが、おばあちゃんの家を訪ねてきました。そして敷居の草を見て、大声を上げて驚いたのです。よしこさん、これはただの草じゃない。深い山の岩の隙間にしか生えない本物の霊視だよ。玉は大好きなあの頃のおばあちゃんを治すために、命がけで険しい山を捜索していたのです。実は、玉がこれほど必死になるのには、忘れない理由がありました。数年前、玉が野犬に追われ、足に大きな怪我を負った時のこと。よしよし、痛いの飛んでいけ。おばあちゃんが山から薬草を摘んできて、丁寧に傷口に縫って治してくれたのです。玉は、その時の恩返しを一生懸命に実行していたのでした。玉の涙ぐましい努力の甲斐あって、おばあちゃんは奇跡的に元気を取り戻しました。再び杖をつき、ゆっくりと山の道を歩き始めます。玉はもう草を口にくわえるのをやめ、再びおばあちゃんの立派な護衛節に戻りました。おばあちゃんは以前のように畑仕事をし、玉は木の上に登っておばあちゃんを見守ります。時には手押し車に座ってのんびり休むこともあります。おばあちゃんの衣服のポケットには、玉が最初に届けてくれたあの小さな枯れた野生の花が大切にしまわれています。たまさん、ありがとうね。もう草はいいからね。おばあちゃんの優しい声に、玉は嬉しそうににゃーと答えるのでした。
チャンネル登録といいねしてくれると嬉しいよ。